皆さんクリスマス何をして過ごされているでしょうか？私は基本的にはマイクラしかやらないので、特に普段と生活は変わらないですね。ということで今回は超巨大なクリスマスツリー作っていこうと思います。今回の作業の裏動画が元気のチャンネルの方でも上がるのでリンク貼っておきます。では早速材料集めていきます。まずはクリスマスツリーなので木の部分ですね。頭皮の原木で作ろうと思うんですけど、この以前作った頭皮の原木製造機ずっと壊れたままになっています。せっかくなので今回直しちゃいたいなと思います。前回の動画とかを編集してる時はずっとこのアメジスト製造機で放置していたんですけど、2日くらい放置していたらネザー側の方にゾンビピグリンが大量発生していました。いつもはコウモリが大量発生してるんですけど、今回はゾンビピグリンですね。原木製造機の壊れている場所なんですけど、おそらくラマがいないだけですね。本当はここに体が埋まって顔だけが出ているラマがいるはずなんですけど、雷か窒息ダメージで死んでしまいました。なのでまずはラマを探してきます。いつもは行商にいるんですが、今回なかなか見当たりませんでした。なので拠点にいるこの吊るされたラマ1匹だけ連れて行きます。原木製造機作った動画見てくれた方はわかると思うんですけど、このラマを入れる作業が結構大変なんですよね。前回も確か20分くらいかかっちゃったんですけど、今回も同じくらい時間かかってしまいました。これで原木製造機は治ったと思います。この原木製造機はもともともう使う予定がなくて、骨粉製造機用に倉庫とか変えちゃったんですよね。なのでそこの部分も原木製造機が使えるようにちょっと改造します。これで完成ですね。念のためにラマがもう死なないように避雷針も置いておきました。では骨粉製造機3台を動かして原木製造機も動かしていきます。相変わらずなんですけど、この装置めちゃめちゃ重いです。では原木が集まったので、今度はこれを原木から木に変えていきます。これをすることによって実際に作った時にこの切り口の部分が見えなくなるので自然っぽくなります。必要数は18000個なんですけど、念のため2万個を作ってきました。では今回作っていく場所なんですけど、去年作った原木製造機の近くですね。ここはちょうど雪のバイオームで広さ的にもいい感じなのでここにしました。ではクリスマスツリーを作るためのスペースを確保するついでに葉っぱも集めていきます。今回葉っぱの必要数がだいたい10万なので、この前の世界樹よりは3分の1程度にはなります。最初に円で範囲を決めて、その中の葉っぱを全部刈り取るようにします。これで範囲決めは終了ですね。この範囲にギリギリ入るようなクリスマスツリーを作っていく予定です。葉っぱの必要数が10万なんでシュルカーボックス57個分になります。ただここではまだシュルカーボックス10個分ぐらいしか集まってないので、今度はもうちょっと遠いところで葉っぱを集めていきます。さっきのとこもまだ葉っぱはあったんですけど、あそこあまり刈り取りすぎると見栄え悪くなってしまうので、このあまり来なさそうな頭皮の木の葉っぱを買っていきます。今回途中から元気にも手伝ってもらっています。これでシルカーボックス53個分集まりました。もうちょっと欲しいんですけども、とりあえずこれで様子見ます。木と葉っぱ集まったので、次は成長していきます。最初に葉っぱを刈った部分の木を全部燃やして地形をなだらかにしていきます。後でまたちょっと修正する部分あるかもしれないんですけど、とりあえず今はこんな感じですね。ではここにクリスマスツリーの芯となる幹の部分作っていきます。このクリスマスツリーの高さはこの前作った巨大樹と大体同じくらいです。一番下から一番上までで240ブロックくらいあります。木の幹の部分は出来上がるとこんな感じです。ではここに今度は枝をつけていきます。世界樹を作った時の反省点としては枝の数が圧倒的に少なかったんですよね。もともと枝は適当に生やしてその周りの葉っぱだけ見えればいいかなって思ったんですけど、今回はもうそこをガラッと変えて枝の数を10倍20倍くらいに増やしました。そしてその周りに葉っぱをつけることによってよりリアルにしようっていう考えですね。ただこの枝が上に行く分には置くの簡単なんですけど、下に下がってるやつとか一旦下に下がって上に行ったりっていうやつがあったんですね。でこういう時最初は水を使ってちょっと下に降りてブロックを置いてっていうのをやってたんですけど、ここは雪のバイオームなので水が勝手に凍ってしまいます。あとは単純に効率めちゃめちゃ悪いので足場ブロック持ってきてこれを使うようにしました。基本的にこの足場ブロックあまり使わなくて、自分だったらかぼちゃとか使っちゃうんですけど、久々に使ってみると結構使いやすいですね。やっぱ撤去が楽なのがすごい便利です。途中から元気にも手伝ってもらったので、ここから一気に作っていきます。これで枝の部分は全部置き終わりました。足場残っちゃってるんで回収していきます。
では次は葉っぱ置きですね。おそらく今回ここが一番時間がかかるところになるんですけども、世界樹の時に比べれば葉っぱの数が3分の1なんですね。世界樹30万だったんですけど、こっちは10万で済みます。ただこっちは葉っぱの密度がその分少なくなってます。世界樹の方はなんか空洞だったんですけど、こっちは枝にしっかり葉っぱがくっついている分、葉っぱ同士の隙間が何ブロックかあります。なので仮置きブロックを置いて葉っぱを置いて仮置きブロック壊してっていうのはずっと繰り返していきます。1時間でこのくらい進みました。1時間でこれだけなんで、あと何時間かかるやらって感じですね。12時間くらい経ってここまで進みました。高さ的にはあんまりいってないように見えるんですけど、円錐の形状になっているんで、実際終わった量としては4分の1から3分の1の間くらいですね。仮置きブロックにかぼちゃを使っていて、そのかぼちゃを壊すのに斧を使っているんですけど、このネザライトの斧が完全に壊れかけになるくらい仮置きブロックを置きました。ついでに食料もなくなってきたので金人参作ってきました。今までは村人と取引していたんですけど、前回作った作物製造機がもう役に立っていますね。休憩も終わったので、では葉っぱの残り部分一気に作っていきます。これで完成ですね。なんだかんだ33時間もかかってしまいましたが、なんとか起き終わりました。改めて感心したのが、この襲撃者って本当にどこにでも来るんですよね。今回さすがに行商人は来なかったんですけど、襲撃者はこの木の枝の部分とか葉っぱの部分に3回くらい来ました。もう相当殺意がありますね。あとはたまたまできた技なんですけど、エリトラと花火で小ジャンプすることができました。多分もうこれは二度とできないと思います。だんだんエリトラも使うのが上手くなってきて、あまり花火を使わなくても大ジャンプできるようになってきました。やはりまだまだエリトラ使いこなすには時間がかかりそうです。葉っぱ全部置き終わって大体形はそれっぽくなりましたね。針葉樹としては完璧だと思います。ただクリスマスツリーとしてはまだイルミネーションが必要なので、ここからイルミネーションの材料を集めていきます。では材料集め終わったので、まずはライトからつけていきます。回転していきながら徐々に上がっていくような感じにします。出来上がるとこんな感じですね。もうこれだけでもそれっぽくはなっています。では次にオーナメントをつけていきます。やはりこれがないとクリスマスツリーとは呼べない感じがしますね。色は3種類用意して、赤と黄色と白ですね。赤と黄色は大きいサイズと小さいサイズ。白は中くらいのサイズと小さいサイズをつけるようにしました。最後一番上に星をつけて完成です。クリスマスツリー自体はこれで完成したんですけども、下の方がちょっと寂しいですよね。なので今度はプレゼントを置いていきます。はい、これでクリスマス感がもっと増したかなと思います。とりあえず地上部分はこれで完成で、今度は地下の部分作っていきます。今回はクリスマスツリーだけ本当は作ろうと思ったんですけど、せっかくならちょっとした装置も作ろうかなということで、家畜の繁殖場を作ろうと思います。家畜なんで、鶏、牛、豚、羊、ウサギですね。ウサギ家畜に入るのかってちょっと微妙なんですけど、現世にいるモブをある程度連れて行きたいと思います。あとついでにカカオ製造機も作っておきました。これで茶色の染料も困らないですね。では家畜をそれぞれ連れてきます。せっかくロープ持ってきたんですけど、途中まで全く使わずに頑張って餌をちらつかせてましたね。ウサギは結構足が遅いのに驚きました。段差も乗り越えられないやつとかがたまにいて、こんな感じでぴょん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 ずっと飛んでるだけのやつもいました。動物入れ終わるとこんな感じですね。鶏はここに入れるのちょっと大変そうなので、後で卵で増やそうと思います。では最後に雪が積もってないところを強制的に雪が積もった状態にしたいので、雪のカーペットいっぱい集めてきます。だいぶ前に作った雪玉製造機あるんですけど、ここにいた雪だるま64体が雨のせいで全員死んじゃったんですよね。なのでもう一回作り直します。次は雨が降っても大丈夫なように上にガラスの屋根作って、その後に雪だるまを召喚していきます。これで直し終わりました。装置動かしてて改めて思ったんですけど、雪玉毎日130万なんでシュルカーボックスの消費量がとんでもないです。でこれで雪のカーペットを作って置いていきます。これで全て完成しました。今回我ながら結構完成度は高いんじゃないかなと思います。強いて言えば下のプレゼントちょっと雑かなと思ったんですけど、ここは妥協ですね。ツリーもね、ここまで結構形よく作れるとは思っていませんでした。もともとただのね、とんがりコーンみたいにのっぺりした感じの木にしようと思ったんですけど、さすがにそれはまずいなと思って、こんな感じで一本一本枝生やしてちゃんとリアル思考な感じにしました。ちなみにこの後年末ということで自分のワールドも大掃除しました。拠点近くにあるかぼちゃ製造機やサボテン
天製造機、あとは作物製造機とかももう使わなくなったので全部撤去しました。今はこの拠点近くを装置ゼロ計画っていうのをやってるんで、早くそれを終わらせて本格的な拠点を建ててみたいです。ということで今回はクリスマスにちなんでクリスマスツリー作ってみました。次回はちょっと何やるかいろいろ考えてて、年始なんでそれにちなんだものをやるか、あるいは全く別のことをやるかもしれません。そこはその時の気分で決めようと思います。また改めてお知らせですが、元気のチャンネルの方でも作業裏動画が上がるのでぜひ見てみてください。普段どんな会話をしながらやってるかっていうのがわかると思うので、気になる方はぜひどうぞ。それではまた。